1954年、一つの宣言文が社内に掲示された。世界最高峰のマント TT レースに挑み、必ず勝つ。会社の命運をかけた挑戦表明であり、本田宗一郎の執念を相棒、藤沢武雄が文章にまとめたものだった。この宣言は、後の世界制覇への序章となった。1906年、静岡県天竜の鍛冶屋の家に生まれた本田宗一郎は、幼少期から機械に惹かれ、父の自転車店を手伝った。やがて東京で自動車整備を学び、兵後はレースと整備に没頭する。戦前はピストンリング製造、東海製機に乗り出すも品質で苦闘し、試行錯誤の末に改良を重ねて供給を軌道に乗せた。戦災と地震で工場を失った後、終戦直後に本田技術研究所を立ち上げたのが、現本田技研の源流である。1949年、初の自製フレームプラス自製エンジンの本格二輪、ドリームリー型が誕生する。プレス鋼板のバックボーン風フレーム、二足セミオート巻き鋼など、当時の国内常識にない量産志向の設計で、市場にオートバイらしさと量産の合理性を同時に持ち込んだ。会社の飛躍には、創業期に参画した藤沢武雄の役割が大きい。技術と現場を束ねたホンダに対し、藤沢は販売、資金、海外展開を統括し、技術×経営の二人三脚体制を築いた。1959年、米国初の海外子会社、アメリカン、ホンダをロサンゼルスに設立。少人数でのスタートだったが、独自の販売網作りを貫く方針が、後の爆発的拡大の土台になる。1950年代後半、宗一郎と藤沢は欧州視察で次の主力を探る。帰国後に形になった個体が1958年のスーパーカブ C100 だった。誰でも扱いやすいステップスルー、遠心クラッチ、レッグシールド。通勤、買い物という日常の移動を目的に据えた設計で二輪を生活の道具へと再定義した。この日常化の思想は米国での広告戦略と結びつく。1963年に始まったユーミーとザナイセストピープルオンはホンダはアウトローのイメージが強かった当時のバイク感を覆し、女性、家族、学生が日常でホンダに乗る姿を描いた。結果、販売は急進し、ホンダは米国市場で存在感を確立する。一方で、宗一郎は走りの極限で技術を鍛える姿勢を崩さなかった。1954年のマント TT レース挑戦宣言から準備を重ね、1959年、ホンダは 125cc の初参戦でトップ勢には届かなかったが、実戦での学習は確かな手応えになった。準備を重ねた1961年、結果は鮮烈だった。125cc では上位5台を独占し、平均速度は約 142km 毎時。さらに 150cc でも1から5位を独占し、優勝の平均速度は約 158km 毎時に達した。1959年の挑戦からわずか2年。量産で鍛えた勝敗器量の技術が、レースという極限で世界最速の証明に変わった。この実用と極限の往復は量産車にも通底し、日常の一台に落とし込まれていく。スーパーカブはやがて世界の定番になる。2017年、シリーズ累計生産は1億台に到達。1958年の基本設計に宿る簡単、丈夫、経済的という価値が国や時代を超えて支持された結果である。車風作りにも宗一郎の思想が現れる。ホンダの工場や R&D では役職に関わらず白い作業服を着る。綺麗な職場から良い製品が生まれる。現場の全員が対等という考えの象徴だ。肩書きでなく成果で語る文化は現場重視の経営と表裏一体だった。経営理念として有名なのが3つの喜び、買う喜び、売る喜び、作る喜び。顧客価値を起点に販売現場の誇り
ものづくりのやりがいが連鎖してこそ企業は健全に回るという枠組みである。今日もグループ全体の基本思想として明示されている。宗一郎の言葉として広く紹介されるフレーズに、成功は 99% の失敗の上に成り立つがある。ホンダ公式のヒストリーページでも、マント TP レースの文脈とともにこの趣旨が記されている。失敗を避けるのではなく、失敗から学習する姿勢は、製造現場にもレース活動にも貫かれていた。1960年代、ホンダは、レースのホンダ、日常のホンダを両立させる稀有なメーカーとなり、やがて世界最大の二輪メーカーに成長する。1961年の TT レース勝利から数年後には、F1 でも勝利を挙げ、軽くて壊れにくい小排気量エンジンの技術を自動車へ展開していく。1973年、ホンダ宗一郎と藤沢武雄は揃って社長職を退く。トップの交代を含め、組織が若さと挑戦を保つための設計を自ら実行した形だった。その後も宗一郎は最高顧問などを務め、1991年に84歳で逝去する。人物像としての本田宗一郎は、徹底した現場主義と顧客志向で語られる。戦後すぐ、生活のための自転車用補助エンジンを考案した逸話は、身近な人の移動を楽にするという発想が原点にあったことを物語る。また、作る人、売る人、買う人の喜びを重ねるという理念は、単に売り上げやシェアを追うのではなく、移動の自由そのものを広げるという社会的な目的を帯びていた。そして技術的には、軽く、扱いやすく、壊れにくい、量産技術の追求が一貫している。プレス鋼板フレームやエーシンクラッチなどの量産工法、使い勝手の工夫、レースで鍛えた高回転、高耐久の小排気量エンジン、そして清潔な職場と対等な作業服という統一感のある現場設計。これらは、宗一郎が現物に触れ、壊し、直すことから学んだ作法の延長線上にある。総じて、宗一郎のバイク感は、生活と技術の両立にあった。日常の一台としての株と世界最速を争うレーサー。相反するように見える2つを並行して磨き、量産技術と高性能開発を相互に還流させる。その結果、ホンダは誰もが乗れる移動の自由と世界に挑む技術力の両方を具体的な製品として示し続けた。その起点にいたのが本田宗一郎である。